はい、サソリ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月後半の全体運を星とタロットで見てみたいと思います。お願いします。早速いきますね。はい。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソードキング逆、ペンタクルスの6、バンドのクイーン、カップ9、カップ2、ソードナイト逆、ペンタクルスに、気をつけることや対策がワールド、ジャッジメント逆、そしてオラクルは忍者です。なるほど。ちょっと先に星の説明させてくださいね。まず11月の、後半なんですが、22日まではね、お誕生日を迎える方も多いと思います。おめでとうございます。22日までっていうのは本当に太陽が今サソリ座に入っているということで、サソリ座の皆さんは自分自身をすごく照らされている。何か自分が浮き彫りになるみたいなこともあるかもしれません。注目されて嬉しいとか、やっと見てもらえたっていうこともあれば、隠しておきたかったことも 見られたとか、表に出ちゃったみたいなこともあると思うんですね。どちらにしても今自分自身に注目されている時だよっていうことです。でそしてもう一つ、11月16日が牡牛座で起こる満月になります。でこの満月はなんだかね、12星座共通なんですけれども、カチッと自分の中で何かが揃って、やっぱりそうだとか、やっぱりこうだみたいな、自分が思ってることとか信じたいこととか、なんかそれを決められるみたいな感じがあるんですね。一番感情がピークになって、ごまかしていたけどやっぱりごまかせないみたいな、なんかそういう何かの思いに気づくっていうようなこともあるんじゃないかなと思うんですよね。で特にこの満月はね、牡牛座で起こるということは、さそり座の皆さんにとってはね、対人関係に対して人を通して自分を知る、自分を他者に受け止めてもらうとか、何かそういった大きな気づきもあるかもしれませんね。それと11月20日から冥王星が水亀座に入るということで、これはもうね、今年の8月末とか9月頭まですでに経験していたことですけれども、何か家の中での変化がある。家自体の変化なのか、家族間での変化なのか、または自分の気持ちの中で自分が落ち着く場所はここだとか、こうしたいとか、何かどこに自分が定着するのかということを決めるっていうような、何か心理的にも大きな変化が起こりやすい時ですね。これは要するに今年前半まで起こった出来事を通してそれが定着していくみたいな感じになると思います。そして今どうですかね。なんかすごく嬉しいことありましたでしょうか。なんだか幸せみたいなことあったら、ぜひこんなことあったよってぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。幸せのシェアをしてほしいっていう感じがありますが、何かね、一つ重荷が外れるとか、自分の心の奥底にずっとあった重荷が外れるってこともあるかもしれないし、喜びが入ってくる、何かが大きく変わることによってそこに新しい喜びが入ってくる土台ができたねみたいなこともあるかもしれません。これは星の流れです。それとやっぱり一致してたので、何か今さそり座の皆さんは自分が喜びを感じる土台が、器が整ったんだなっていう感じがしました。そしてもう一つちょっと星のね補足説明させてほしいんですけど、11月26日から12月16日っていうのは水星が逆行する期間になります。でこの水星逆行っていうのは年に3回ぐらい起こるものなので、そんなに気にしなくてはいいんですけれども、ただ今回はさそり座の皆さんにとってはお金というところで出てきやすいので、勘違いしてなんか多く払いすぎちゃったとか、本当は安く手に入るものを多く払っちゃったとか、そういう解約したつもりが解約できてなかったとか、そういった勘違いも起きやすいので、少し確認と余裕を持って確認するということだけしておいてください。また次の動画でも多分促すとは思いますけどね。予定がある方はその期間、特にスケジュールちょっと余裕が持てるようにしておくのがいいかなと思いました。そしてカードで見ると、今とにかく喜びが入ってきてるっていうことと、あとやっぱりさっきの16日のね満月もなんか人間関係にいいんじゃないかなって思う感じがするんですけど、カードでもやはり人との関係性とってもいいですねって、自分が信頼できる人や関わりたいと思う人と関わっている
それがそんなにこう密にいつも一緒とかじゃなくても、必要な時に関われる、連絡が取れるとか、また会えるとか、そういうのってすごく嬉しいなって感じで、満たされてるなっていう感じがします。そしてなんだかね、一つどうですかね、こうちょうどこのお誕生日の時期ってね、一つの区切り、いい区切りなんですよね。でここから新しく始まるねなので、先月お誕生日迎えた方もこれからの方も、じゃあこの区切りで自分が一体何を達成したんだろうっていうのを一つ見てもいいなって思ったんです。それをぜひ自分で称賛してほしい。私この1年本当に頑張ったんですよ。この何歳の年はこれが一番頑張ったなとか、これができたなっていうことをぜひね、完成させてほしいんです。やりっぱなしっていうよりも、よくやったよって自分に褒めてあげるみたいな、なんかそれをやってほしい。でそれをできたら誰かにも伝えてほしいし、それってすごい自慢をしてるように聞こえるかもしれないですけども、その話を聞くことによって誰かもまた勇気をもらえるとか、感化されるとか、いい影響が広がりそうなので、それをまず一つやってもらいたいということと、そしてじゃあこれからどうなのって言った時に、何かちょっと世話しないなっていう感じがあります。これは前回の動画でもお伝えした11月4日から火星が獅子座に入るということによってね、さそり座の皆さんは社会とか外の世界に対して挑んでいくっていう力として使えるんですね。でこの火星っていうのは実はこの時期だけじゃなくて、来年の6月までずっとさそり座さんの社会っていうところにいるので、途中逆行したりはありますけれども、長い期間7ヶ月もかけて自分がどの世界を生きるのか、世界に対してどんな努力をするのかっていうことが試されるみたいな時になるんですね。でこれはもし独立してらっしゃる方とか、自分で仕事をしてらっしゃる方にとっては、まさに自分の力を外に出していくよっていう時になるし、別に従業員として働いてますとか会社員ですっていう方も、自分が責任を持って何かをするとか、自分がまるでなんか上司の代わりをするとか、もしくは上司に何かを訴えるとか、とにかく世界を切り開くっていう感じがするんです。仕事だけじゃないんですけどね、これは新しい環境に対して自分が世界を切り開いていくよっていう、その力がすごく今与えられている、7ヶ月もかけて与えられているわけなんですけども、なんとなくそこに少し前からっていうか、そうね、去年ぐらいからなんですけど、なんか自分が純粋に喜ぶということが少し抑えられてるみたいな感じがあるので、なんかその自分が表に出るっていうのがちょっと抑えられてる中で、自分の水面下の家族や家のことや無意識っていうのが今すごく大きく変わろうとする。そして11月末に完全に変わりきるというかね、整う、新しい喜びを受け入れる土台というか器が整ったよってなって、喜びっていうのはまだそんなにふんだんには出てなかったとしても、世界を切り開く流れはもう来てるよっていう上で、この流れがもうメインなんですたまにカードを見て喋ってくださいとか言われることあるんですけど、星の流れも伝えたいということで伝えさせてください。でその上でのカードなんですね。カードは言ってみたらば感情面だったりとか内面のことが多いので、皆さんがこの情報を聞いたらすぐに変えられる。でも変えられない流れもあるっていうことで、その流れの中でどうって言った時に、やっぱり挑んでいくような流れになってるんだなって思うんです。ここでね、やっぱりソードのナイトの逆っていうのが出てるので、急がなくっちゃとか、もっと早くしなくっちゃみたいな、そんな感じなんです。だけど言われてるのは大丈夫ですよと、そんなに慌てなくてもそのバランスは取れていますみたいな感じがあるんですね。なんかお仕事でもだし、人間関係もだし、例えばちょっと一つのサンプルとして、ちょうど例えば引っ越ししますとか、新しい地域に行きますとか、それがその誰かの介護でってこともあるかもしれないし、誰かが結婚してとか家が変わってとか、何かの理由で自分が違う場所に住みますってなった時に、なんかその場所で早く馴染まなきゃいけないから、その場所のなんかイベントに参加しなくちゃとか、その自治会に参加しなくちゃとか、早く家の中を整えなくちゃとか、あれもしてこれもしてみたいな感じで思いやすいんですけれども、そんなに慌てなくて大丈夫だよって、まずさそり座の皆さんがその場所に行くとか移動したとか、その状況になったことですでに世界は動いているんですっていう感じで言われていて、なので自分がむちゃくちゃ頑張って早くしなくちゃいけないわけじゃないよって、ちゃんとバランスとって
そこにいるだけで役に立ってますよっていうのをまず覚えておいてください。でその上でなんだかやっぱり自分が有益なことをしたいっていうようなね気持ちが強くなるんじゃないかなと思うんですね。でこれ本来はレジャーとか遊びとかっていうカードなんですけども、ペンタクスの2はねなんかただそうじゃないって感じがして、今回はこうさすがの皆さんは今の環境だったりとか社会だったり仕事だったりとか家族に対しても何か自分が有益なものを生み出したいんだって感じがします。でそれがもしかしたら何か一つねここまでの流れの中で完成したものがあるっていうふうに出てるんですけども、その完成するために自分が一つ諦めたこととかもうちょっとこれは今はいいわって置いていたものがあったのかなっていう気がするので、だからこそなおさら自分が今ここにいることとか今自分がやってることに対してのなんか誰が見ても納得のいく有益なねものっていうものを生み出したいみたいな感じなのかなと思ったんですけど、最初に言ったのがもう私の中の全てで、いやもうそこにいるだけでいいんですみたいな、そこにいるだけでもうすでに世界は変わってるし、もう環境を切り開いてることになってるし動いてるんですよって、これ以上そんなに急がなくて大丈夫っていう感じ、何かをあからさまな何かを生み出さなくても大丈夫ですよっていうのがこの11月末のメッセージですね。なぜならばやっぱオラクルが忍者ということで、これは非常に落ち着いているカードなんです。内省するとか深く自分のことを感じてみるとかっていうことで、実はそうやってすることでものすごく大事なことに気がつくよって言われてる気がしたんです。今回は私はこの星にすごく興味を持ちました。こっちですね。普段はこっちのなんか忍者という人なんですけど、この星、要するに自分がしっかりと自分を見る、自分の足元を見たり振り返ってみたり自分を見ることによって本当に大事なものが分かるみたいなね、この星がちゃんと人生にとって大事な光が見えるよっていう感じがしたんですね。なのでとてもいい切り替えの時だと思います。ちょっとこれあんまり先の話ばっかりしない方がいいと思うんですけどね。でも来年の6月まで火星がこんなに応援してくれてるんだっていうのも楽しいし、来年の6月以降っていうのは今度また木星が体に入ってくると自分の広い世界に行くみたいなのがあるので、広い世界に行く前に自分が今いる環境の中で何か社会に対してもしくは目上の人に対して親に対して職場の人に対して自分が切り込んでいく、何か切り開いていく努力していくっていうことがあるんだなって思ったんです。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事のことを見させてください。ただちょっと入り口がねソードのキングの逆なので少しだけね自分に厳しくなっていたかもしれませんのでそこはあんまり気にしないでくださいね。要するに今すごく喜びがあってちょっとまろやかになっているけれども、もともと結構自分をせき立てていたんじゃないかなと、だからこそ頑張らなくちゃっていう感じになっていたのかもしれません。ものすごく頑張ることとかきちんと自分を律することって素晴らしいことですけれども、律しすぎずにっていう感じですね。自分のいいところも認めてしっかりと振り返ってみてほしいなって感じがしました。はい、じゃあお仕事ね。仕事カップ4、ソード8、ペンタクルス3ということで感情的にはねそんなに仕事を通して満たされるっていう感じではないんですね。どちらかというと別のことで想像にしなかった棚ぼた的な喜びがあるっていう感じがあるんですけど、要するに自分が仕事でめちゃくちゃ頑張って成果出したから喜ぶとかそういうことではないんですよね。想定していなかったところから来る喜びに満たされている今、それはなんでそれが来たんだろうっていうのはご自身では分からないかもしれないけれども、いやこれまでの徳が積まれて完成しましたねみたいな感じもあるんですね。でじゃあ仕事っていうので見たらどうかって言われると、仕事に対してちょっと情熱が下がってるというか、なんか前のようにウキウキ感とか仕事でこうしたいみたいなのがないって感じが出てるんですよね。ソード4でもそのないふりをするのが申し訳ないみたいな感じで、なんかあまりやる気がないと周りの人に
悪いしなとかっていうことで、周りの人に自分のやる気のなさはバレてないかなみたいな感じがちょっとあります。で、なぜなのかはわからないです。ソードの8も出てるので、なんか仕事をやるってなったら、なんだかすごく自分を無理して押し上げなきゃいけないとか、もっと自分を縛らなきゃいけないみたいな感じがあるのが、もうちょっと嫌なのかなって感じもしますね。例えば時間的に拘束が長すぎて、もう情熱が維持できないとかね、そういうのもあるかもしれません。なので少し仕事に対しては、モチベーションだったり行動力だったりバイタリティっていうのはちょっと下がってるなっていう感じがします。ただその中で学べることとか、人を通して理解することに関しては楽しいっていうふうに出てるんですね。ペンタクスの3っていうのは学んでいくことなんです。誰かと関わることによって違う意見を聞いたりとか、協力し合う、違う部署の人とか違う仕事の人と関わることによって知識が増えて嬉しいとか、そういうのを大事に仕事にそういうことを、その思いを大事に仕事するって素晴らしいことですよねみたいな、そんな会話がなされている感じがしていいんですが、行動力というものはあんま出てないんですよね。ダイアルカナも出てないし、バンドも出てないし、ということで別に悪いわけじゃないんですよ。ただ少しエネルギーは仕事にあんまり向いてないんだなって感じがしました。でもそれを聞いた上で、じゃあ意識的に向けようと思ったら向けれますからね。で、やっぱりそうだな、それでいいやと思ったらそれでいいっていうことですからね。では人間関係を見てみたいと思います。人間関係良さそうですからね。ペンタクスのナイトとカップのページとカップエースですね。やっぱりこの季節というか、この11月後半は何かと人と関わる機会がありそうですよ。まずやっぱりカップの言葉が出ない、カップのエースが出ているので、すごく感情的には人を通して満たされますよとか、人と関わることによってやっぱ喜びが溢れてくる。ここでもやっぱカップの2っていうのがあって、その喜びをねちゃんとシェアし合ってるわけです。でここでもカップの9が出てるってことで、もうなんかどうですかってぐらいすんごいもう喜びいっぱいって感じなわけですね。で、なので悟り座さんが求めている感情的な安らぎや感情的な喜びっていうのは十分人から得られるよって感じが出ています。で特にここでカップのページとペンタクスの、ナイトっていうのが出ているので、年下の人とかね、なんかちょっと可愛いなと思う人が、ちょっと面倒見てあげたいなって思うような人と関わるかもしれないですし、そしてでも長く続けていきたいなこの関係をっていう関係性がもうあるんじゃないかと思います。すでに長く続いていきたい人との関係もいいですし、ここから新たに生まれてくる人ともなんか長く続くのかなみたいな感じがありますね。非常に安定しています。でここでも人間関係っていうところでもワンドは出てないんですけれども、無理にね関わっていくとかではなく、自分が受け取れるだけの喜びを今受け取ります人からっていう感じがするので、必要以上に関わろうとしなくても関わるんだろうなと思いますし、その中で関わった人とはそんなに嫌な気持ちにならないんだなって思いましたよ。はい、また恋愛運はね別で見ますので、別で撮りますね。ということで最後にもう一枚見てみたいと思います。はい、さそり座さんね、これですかね。アチーブメントということで達成みたいな感じですね。ご褒美をぜひ自分に与えてあげてください。このカードを見てね、ぜひメッセージ自分でも受け取ってみてくださいね。そして先ほども感じたんですが、やっぱり何かしら達成したとか、やり遂げたよっていうことを自分で認めてご褒美あげてほしいなと思いました。なんか今それをね宇宙が教えてくれてるっていうことですもんね。はい、ということでありがとうございます。もし何かしら良かったよっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ということでまたすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。